良川っていうのはこの上の大日ヶ岳から流れて関市も通ってずっと太平洋まで行っています。それぞれの職人さんたちっていうのは手の感覚ですね。これが例えばブレードだったらちょっといつもより厚みがあるとかそういうのっていうのは手で触った感じでその違いが分かってくるようになるものなんです。調理の始まりの部分があるんで、そこから味をつけていく一番最初になくてはならないものといいますか。もともと関市っていうところは長良川が流れていてその水があるということですね。あと山が周りにいっぱいあるのでそこで採れる松の炭ですね。でそこで火が揃ってるっていうこととあとは土ですね。この辺はいろいろいい土が取れるっていうところもあってそれが揃ってるっていうところで昔から刀を作る人っていうのがここに集まってきてでいい刀が作れるっていうところからそれを受け継いだ形で今刃物の町としてまだ今でも続いてるっていうところですね。その雅は完全に和風な包丁っていう形で始まっていると思います。スベリングの包丁っていうのはもともとあった洋風な包丁どちらかというとその違いがあってその中に、純和風な包丁を作ろうということで雅が始まってますよね。包丁を選ぶのにはやっぱりこう感覚持った感覚、切った時の感覚が一番重視といいますか、それがすごいしっくりきてるのが正直な最初の第一印象です。厚さから柄の部分までもしかしたらどんな方にでもしっくりくるような感じの包丁なのかもしれないんですけども、言葉では言い表せないですけどもその感触がすごい良かったんで。Silki ist mehr als ein Ort. Ein Messer aus Silki fühlt sich einfach lebendig an. Es erzählt die Geschichte von Generationen, die Perfektion geschmiedet haben. Miyabi knife is made out of a different steel, so a harder steel makes that it will keep the edge longer. In Silki hat jedes Messer Charakter. Man merkt sofort, dass hier noch echte Handarbeit zählt. Silki ist ein besonderer Ort. Hier wird Stahl nicht einfach nur geformt, sondern veredelt. Miyabi zeigt einfach, dass Schärfe und Eleganz kein Widerspruch sind. A Miyabi knife is also touched by 100 artisan workers and it takes them 45 days to produce this blade. Wer einmal ein Messer aus Silki benutzt hat, versteht sofort, was echte Handarbeit bedeutet. It lets me focus completely on flavor, presentation, and creativity.ここは R&D の部屋で開発とか新商品ですね、の試作を行っています。ここが溶接の工程です。ブレードとブレードのその部品を溶接してくっつけているところです。でここが焼き入れ工程になります。自分はもう一番最初からもう最後まで自分ができるようになりたいと思っているので全部通してもう鋼材のこととかも学んでそこから選んでもう自分の思ったようなものを作れる職人にはなりたいと思っています。よく声かけしてくださってみんなで集まってご飯しようっていうのをやってくださいますね。ボーリングしたり、バーベキューに行ったりそうやって日々楽しませてもらってます。
この息を通じて、最終のお客様が、岐阜や日本やそしてその作った職人さんたちの顔を思い浮かべられるようなナイフを開発しようと、これが息のコンセプトだったわけです。息のデザイン、雅の集大成、これぐらいいろんな形を作ってきてるっていう中でそれ全部組み合わせたろうって思いはあります。だからさっき言ったこの八角形の上のところ、ここはこれ入れましたし、でこういうここの膨らみ、このなんていうかな、人差し指と中指が気持ちよく握れるっていうのはここから持ってきましたし、新しいナイフの製造に向けてのトレーニングっていうのをしていまして、まっすぐ角を落とすっていう感じでまず形を作っていくっていうように加藤さんからもそう教えてもらって、自分もそう実践させてもらってます。本当に意外といろんな膨らんでたりグッとへこんでたりっていうところを作るのは自分の想像力とイメージがすごく重要だと思うんですよね。その試作品をどんどん作っていく。で7月に一番最初のキックオフミーティングを開いたわけですが、実はその時点でまだ完成品は一本も出来上がってなかったわけです。今後の雅の世界一に向けて皆さんが引っ張っていける人間だというふうに私は確信してこのプロジェクトを立ち上げています。みんなに問いかけるような形で、あなた方が、それは設計者や品質保証のメンバーを含めて考える世界一とは何でしょうかと、こういうようなことをみんなに問いかけて、それをワークショップ的な形で自分たちでその世界一を見つけ出すというのが前半戦の進め方だったですね。今はですね、ハンドルを加工できる作業者、形状を作れる作業者は2人しかいないです。そうですね。息の刃付けとしてのその特徴としては、まず通常の商品と比べて刃線がかなり細く、糸刃ということで、具体的に糸刃みたいな、その糸刃ってなんだろうと思って、自分なりに調べたりとか、あとはどういう刃の幅なら糸刃に見えるのかっていうのも、ちょっと比べながら。特にブロックの状態から削ってるので、全く四角いものを同じような形に作っていくっていうところがすごく慎重にいかなきゃいけないんだけど、それなりの数を毎日こなしていかなきゃいけないっていうところがチャレンジですよね。最初見た時は本当にこの包丁をみんなで作り上げれるのかっていうのはもう全然想像もつけてなかったので、まず正直できるかはめっちゃ不安でした。今回の20周年は過去最高難易度のものを作るっていうことで、あと現場自体にもいつも以上に緊張感が走ってて、休日はもう完全に仕事じゃなくて別のことで気分転換をしてましたね。もともと登山とかが趣味なんで、毎週のように天気が良ければ山に登ってで、体は疲れるんですけど、精神的には一生懸命歩いた分だけすごくリフレッシュしてて、いい感じでまた月曜日仕事に来れるという。この週末は長良川の源流の方に行こうかなとは思っています。現場の作業者
が作業しやすくなるための環境づくりだったり、その日々の生産数が決まってたので、それの情報を作業者に共有するなど、本当に細かい裏方のサポートをやってきました。今回の域は各その200工程一個一個の積み上げで最後品物が出来上がるという、積み上げの商品になるわけです。この工程を整理する、こういったことを彼女がコーディネートしてくれたおかげで、その積み上げていく作業にもかかわらずなんとか域が出来上がったっていうのが実態だと思います。社内法の小ネタは最初は工場長の方からお願いされたのでやってたんですけど、続けていくうちにどんどん現場に近い自分だからこそ発信したい、伝えたいっていう思いが強くなりました。域を作り始める前の工場の雰囲気は、もっと個人が黙々と作業するような雰囲気で、コミュニケーションも少なくもないけど多くもないみたいな、そういった雰囲気で作業してました。この作業場を域専用のマイスターショップっていうような形で、これも従業員のみんなが専門業者じゃなくて自分たちでホームセンターで壁を買ってみんなで作ったわけですね。で、何をやってんだろうと、それはもう本当にね、みんなからなんか変わってきたなというところはあったと思います。みんなそれぞれ自分がやる工程とかを突き詰めてもらって習得してもらって、それをやってもらう中で、その日今日何やりましょうねっていうことを言わなくても物事が流れていくようになってたんですよね。最後もう1日30本作れないと何ともならないっていう状況にまで追い込まれていても、なんだかんだ全員がその時点ではやれるっていう感じありましたね。本当にすごい自信だったと思います。失礼します。いらっしゃいませ。おはようございます。ツベリング石工場の加藤という。どうもおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。じゃあこれが今度新しく来た域ですか。雅がちょうど20周年にあたるということで、今回作った包丁なんですけど、従来よりも本当にすごく手はかけてます。機械で削った後にこの模様ですね、模様も一個一個手できちっと出すとか、機械である程度作っちゃえばもっと楽なんでしょうけど、この材料も一個一個全然違うんですよ。同じものは一本もないですよ。すごいですね。これはぴったり吸い付くっていうか、もう本当に切りやすい、持ちやすい。一番はちょっと持ちやすいっていうのが感覚的にあって、正直作り手の人がどうこうとかいうのは今まで雅の包丁を使うまではあまり思わなかったですけど、そういう作ってる人とお会いできてお話を聞けてつながるというか、思いを込めて作ってくれてる人、それで今度はその包丁で自分が思いを込めて使って料理になってお客さんに提供するっていう、そういう一つの流れというか感じることができました。今まで以上にやはり岐阜の関の職人さんのこだわりですとか技術っていうのを強く感じています。試し切りをしていただいた際にほとんどびっくりされる方が多いです。海外の方ですとスーパーシャープと言われますね。包丁作りっていうのは
ちょっとずつしか前に進まないで、1本の包丁を作るのにやっぱり何ヶ月かかかっちゃうんですよ、最初から出来上がるまでっていうのは。そこが一つの工程ずつ先に進んでいくっていうのことと、山登りも同じでいきなり上には行けないじゃないですか。自分の一歩一歩がずっとつながって最後には山頂にやっと着くっていう、そうするとそこにすごく広がった世界があるんで、包丁も、出来上がった時にいい包丁になるっていうところが同じようなところかなとは思います。我々その製造業では常にリミットと戦うわけですけど、今回その全てを変えてしまったので、そことの戦い、もしくは雅の息との戦い、もしくは石工場との戦い、こういうふうなところに未来は進んでいくんじゃないかなと思います。